あなたは伝説のスナイパーと呼ばれた男、クリス・カイルをご存知だろうか。アメリカの特殊部隊ネイビーシールズで活動していた彼は、イラクの戦地でなんと160人もの敵を射殺しており、非公式では255人もの敵を倒したとも言われている。味方からは史上最高の狙撃手、敵からは悪魔と言われ恐れられた彼の人生は、一体どのようなものだったのか。皆さんこんにちは。インシデントへようこそ。今回は映画アメリカンスナイパーのモデルにもなった伝説のスナイパー、クリス・カイルについて紹介していきたいと思います。彼は母国アメリカの英雄になるまでに一体どのような人生を歩んできたのでしょうか。それでは早速彼の生い立ちから見ていきましょう。伝説のスナイパー誕生。後に母国の英雄となるクリス・カイルは1974年4月8日、アメリカ合衆国テキサス州オデッサに長男として生まれた。父が狩猟好きということもあり、小さい頃から銃はクリスにとってとても身近なものであった。そして8歳の時に初めてライフルをプレゼントされ、さらに成長するとショットガンもプレゼントされた。父とはたくさんの狩猟に出かけ、弟であるジェフ・カイルとは牧場で牛を育てるなどしてとても平穏で充実した生活を送っていた。将来の夢はカーボーイか軍人になることで、彼は高校を卒業した後、すぐに夢の一つであるカーボーイとしての生計を立て始めたが、腕を怪我したことによってその道を諦めるしかなかった。腕の怪我が回復し、今後どう生きていくのか考えていたその時、ふと頭をよぎったのがもう一つの夢である軍人になることであった。もう一つの夢。1996年、彼は軍の募集事務所へ行き、特殊部隊への入隊を希望した。しかし、いきなり特殊部隊に入ることは無理だと言われ、どうしようかと考えた。そんな時、アメリカ海軍の担当官に、特殊部隊であるネイビーシールズの選抜試験を受けたらどうかと提案された。ネイビーシールズであれば、試験さえ突破すれば入隊できると言われ、すぐに彼は試験を受けることを決心した。1999年、彼は厳しい試験を乗り越え、無事ネイビーシールズの兵士として彼はキャリアを歩むこととなった。そしてここから彼はイラクの戦地で大活躍することとなる。ラマーディの悪魔。2003年、後に彼が英雄と称えられることになるイラク戦争が起こった。この戦いで彼はスナイパーとしての任務を任されることとなり、多くの激戦地へも送られた。そして4度の派遣の中で彼は2009年の除隊までになんと敵の戦闘員を160人も射殺しており、非公式のものまで含めると255人を射殺したと言われている。この目覚ましい戦果から、味方からは史上最高の狙撃手と称えられ、敵からはラマーディの悪魔と恐れられ、その首には数百万の懸賞金をかけられるほどであった。多くの敵を倒した彼であったが、戦争の中で彼の記憶に大きく刻まれたものがある。それは初めて射殺した相手である。彼が一番最初に狙撃した相手はなんと女性であった。その女性は海兵隊が通る道に手榴弾を仕掛けており、その手榴弾による被害を抑えるためクリスは狙撃せざるを得なかった。これがクリスにとって最初で最後の女性の標的だったと後に語っている。また彼はスナイパーとして戦争に大きく貢献しただけでなく、地上での掃討作戦にも大きく貢献した。イラク戦争での激戦の一つであったファルージャの戦いでは、クリスは最初地上で戦う海兵隊を屋上から援護するという任務を任されていたのだが、あまりに退屈で、さらに目の前で傷を負っていく海兵隊員たちの姿を見て、いても立ってもいられなくなり、彼らの掃討作戦に参加するなどした。休憩時間には海兵隊員たちにテクニックなども教えていたという。このように素晴らしい戦果を残したクリスであったが、4度にわたる戦地への派遣の中で多くの辛い経験もした。戦時中のある時、撃たれてしまった海兵隊員を助けようとしたのだが、敵に包囲され身動きが取れなくなってしまった。その時クリスはまだ10代であったその海兵隊員に、
母さんに僕が苦しんで死んだと言わないでと言われ息を絶っていったという。後に PTSD 心的外傷後ストレス障害の治療に仮想現実での戦闘を追体験することが役立つのかをクリスで実験した際に、若い海兵隊員が戦死するシーンを見てひどく動揺していたという。さらに敵からラマーディの悪魔と呼ばれることとなったラマーディの戦いでも、目の前で親友が両目を失明したり戦死していくのを見て、もっと敵を倒せればもっと多くの命を救うことができたと後に述べている。このような経験をして彼は心に大きな傷を負い、2009年に軍を除隊し母国アメリカへと帰還した。その後の人生。軍を除隊した後は軍や法執行機関の隊員たちに軍事訓練などを行う民間軍事会社を立ち上げ、他にも講演や執筆活動を行った。それらで得た資金の一部をもとに NPO 団体を設立し、 PTSD で悩む帰還兵、退役兵などの社会復帰を支援する活動をしていた。自らが PTSD に悩みながらも自分と同じようになってほしくはないと支援活動を行っていたクリスであったが、2013年衝撃的な事件が起こることとなる。英雄の最後。2013年2月2日、PTSD を患っていた元海兵隊員エディ・レイ・ルイスの母親からの依頼で、クリスと退役軍人のチャド・リトルフィードはルースをテキサス州の射撃訓練場へと連れて行った。ルースは13歳だった頃、テレビでアメリカ同時多発テロ事件を目の当たりにし、それから彼は将来は軍に入隊したいというようになった。高校卒業後、夢であった海兵隊に無事入隊することができた。そんな彼であったが、海兵隊としてクリスと同じようにイラクへと派遣されてから徐々におかしくなっていった。迫撃砲による攻撃を受けたり、戦地のパトロール中に銃を発砲している子供などが目に映ることもあった。このようなことが原因で母親に、もし僕が子供を殺したらどう思うと問いかけてきたことがあったという。彼は戦地での多くの出来事に心を病み、2010年6月には軍を除隊した。帰還した後もたびたびパニックに襲われ、苦しみから逃れるように酒とドラッグに溺れていった。こんな彼を母親は何とか救ってあげたいと思い、勤務していた小学校の生徒の父親であったクリス・カエルにセラピーを依頼することとなった。そんな中、あの悲しい事件が起こった。クリスはルースに射撃訓練を行わせていたのだが、ルースは突然その銃口をクリス、チャドに向け銃弾を放った。クリスは背中と脇腹に5発、頭部に1発の銃弾を浴び、チャドも背中、手、頭を撃たれ亡くなった。ルースはすぐに逮捕されることとなった。弁護士側は彼が PTSD を患っているため正常な判断ができなかったと述べた。しかし検察側はルースが姉に2人を殺害したこと、事件の朝にドラッグを使用しアルコールも飲んでいて、犯行は悪いと分かった上で行ったと打ち明けていたと反論し、最終的に2015年2月24日、ルースは仮釈放なしの終身刑を言い渡された。こうして彼の一連のストーリーは幕を閉じた。今後もクリス・カイルは史上最高の狙撃手として語り継がれるだろう。